マタイの福音書第4章。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるために霊に導かれてアレノに行かれた。そして40日40夜断食した後、空腹になられた。誘惑する者が近寄ってきて言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。と書いてある。次に、悪魔はイエスを聖なる戸に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、言った。神の子なら、飛び降りなさい。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らはあなたを両手で支える。と書いてあるからだ。イエスは言われた。あなたの神である主を試してはならない。とも書いてある。さらに、悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世界中のすべての国々とその映画を見せて、言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたに差し上げよう。すると、イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよう。と書いてある。そこで、悪魔は離れ去った。すると、天使たちが近寄り、イエスに仕えた。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いて、ガリラヤへ退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。これは、預言者イサヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖の道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に座る者に光が昇った。この時から、イエスは、悔い改めよ、天の国は近づいた。と述べ伝え始められた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、すなわちペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで、他の二人の兄弟、すなわちゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。彼らはすぐに船と父とを捨てて、イエスに従った。イエスはガリラヤの全域を巡り、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また、民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこで、イエスの評判はシリア全土に広まった。人々は、様々な病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中部の者など、あらゆる病人をイエスのところに連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうして、ガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の東側から、大勢の群衆が来て、イエスに従った。